皆さんこんにちは。スイスでバレエ留学をしているヒューマです。この動画は4月25日日曜日に一人で自主練をした時の動画です。クラシックバレエの最終試験が迫っていることもあり、それに向けて自主練をしています。この動画では僕の寮生活の思い出をお話ししたいと思います。僕がスイスへ来たのは中学3年生の10月でした。それから約3年間、寮で学校のみんなと暮らしていました。初めの年は僕は1個下の学年の子との2人部屋でしたが、その後の2年間は1人部屋で過ごしました。たくさんの思い出があるので、今からその話をします。まずはじめに、寮のシステムを簡単にお話しします。寮にはもちろん寮母さんがいて、日替わりで寮母さんが働いています。わからないことや自分ですることが難しいことなどは寮母さんが手伝ってくれます。例えば初めの頃は冬休みや夏休みの時の日本に帰る時、空港まで一緒についてきてくれました。そのように慣れない人たちへのサポートが充実していて、とてもありがたかったです。スイスに滞在ごめんなさい、僕本当に日本語のその滑舌が苦手なので頑張ってお話ししています。スイスに滞在する手続きの時も寮母さんが一緒についてきてくれてサポートしてくれました。何かあればすぐに親の方にもメールで連絡をくれていました。初めの年は食事や掃除、洗濯などの生活面すべてを寮母さんが行ってくれていました。3年目からは自立した生活に慣れていくために寮でも少しやることが増えました。例えば洗濯やご飯、掃除などは寮母さんや業者の方が全部準備してくれていますが、自分でも洗濯をして2日に1回自分でご飯を作らなければいけなくなります。洗濯機のある場所があり、そこで洗濯などをして少し自立した生活になっていきました。寮では朝ごはんと夜ご飯は必ず準備されています。朝ごはんはサラダやフルーツ、ヨーグルト、ナッツ、メインのおかずなどが置かれています。そしてそれを自分で取って食べる形になっています。夜ご飯は準備されたご飯を寮母さんが一人ずつによそってくれます。僕はたくさん食べたいので、たくさん料理をよそってくれる寮母さんが大好きでした。僕はパスタが大好きなので、夕飯がスパゲッティの時はめっちゃ喜んだのもいい思い出です。僕は好き嫌いはないし、練習から帰ってきてお腹が空いてても寮に着いたらすぐにご飯を食べれるので、寮のご飯は美味しいし大好きでした。寮にももちろんいくつかの決まりがありました。例えば寝なきゃいけない時間や帰れなければいけない時間が決まっていて、スマホなどご飯を食べるときに使ってはいけないものなどもありました。寮にはいくつか行事があり、例えば土日に同じフラットに住んでいる人たちが料理を手伝わなければいけないなどがありました。フラットは約10個くらいあり、毎週料理をしなければいけない順番が回ってきます。他には季節によって行事は異なりますが、冬には山登りに行ったり、夏にはサイクリングをしたりしました。それらは強制参加ではないのですが、僕は山登りに一度行ってめちゃくちゃ疲れたのを覚えています。毎年住むことになるフラットや部屋が変わるのですが、2年目に新しいクラスメイトが入ってきて、それからその人たちと同じフラットになったので、とても楽しくて賑やかになりました。一人部屋にもなったので、ますます住みやすくなりました。寮やアパートでみんなと暮らしてきて思うのですが、友達としてだけならとても仲が良くても、一緒にずっと暮らすと話は変わります。学校で会う仲だけの友達なら楽しくワイワイできても、一緒に暮らしたら生活や価値観が違うのでよく喧嘩もします。やっぱりずっといたらお互い気を使うこともできないし、たまにもちろんイライラしたり機嫌が悪いこともあるから喧嘩はよくあります。でもずっと一緒にいると友達以上の感覚で家族みたいになっていくんですよね。他には毎週クリーニングチェックといって、寮母さんがフラットに来て部屋が綺麗かどうかチェックされます。
OK をもらうまで掃除をしなくてはいけない日が毎週あります。毎回その日は、今日はクリーニングチェックの日だって友達と話してうわーと思っていました。僕の場合は、僕の学年のクラスには日本人が僕一人だけだったので、日本語を話す機会がなく、英語を話さないと暮らせなかったので、人に頼りがちな僕の性格を考えると、強制的に英語生活で過ごしたことは本当に良かったと思います。今日も最後まで見ていただき本当にありがとうございました。これからもまたいろいろなお話をします。それではさようなら、バイバイ。So thank you for watching. Don't forget to hit that like button and subscribe. チャンネル登録お願いします。Bye. さよなら。